ドクターのご不在時にデスクにある書類のお片付けをやってみたんですが、恥ずかしながらこういう仕事はちっとも上達していないみたいです。部屋に戻るときにフランカ先輩とリスカム先輩に再会したんです。ずっと会ってなかったのに、話してみたら全然そんな感じがしなくて。ドクター、もしよければ、先輩たちの任務に私も加えていただけないでしょうか。今はもう昔みたいに懐に余裕はありません。開拓地域を決めた件で父と何度も喧嘩になってしまって、それから家族信託からお金を下ろすのはやめたんです。でもまあ、開拓地では自分で稼げますし、少なくとも装備の修理代くらいはどうにかなるので大丈夫ですよ。小さい頃は家族みんな忙しくしていたので、お家で遊んでくれたのは定年した祖父だけでした。私を喜ばせるために軍にいた時の出来事なんかをお話ししてくれて、本当はいつもフラッシュバックで苦しんでいたのに、それを面白おかしく話して笑わせてくれたんです。以前社交パーティーでビクトリアでの戦争の話題になった時、ほんの少し実体験を話したら、場をすっかりしらけさせてしまったことがありました。あの時、やっと理解したんです。BSW の傭兵たちが人前で安易に自分の話をしないのは、こういう理由なんだって。一応席はまだ BSW に残っていますが、もう随分の間、傭兵の仕事をしていないんです。いえ、傭兵の道を選んだことは後悔していませんが、いつも何か起きてから駆けつけることしかできないのが嫌になったんです。これからは最初から何かを守り抜ければと思っています。ドクター、少しだけ訓練室に付き合ってくださいませんか？訓練の付き添いではなく、えっと、私、訓練室に行くと、いろんな新人オペレーターにアドバイスをお願いされるので、一人で皆さんの相手をしていると、ちょっと緊張しちゃって。えっと、このブローチですか？もともとはアクセサリーでも何でもなくて、実は去年、太ももに刺さった鉄の破片なんです。手術で取った後、捨てずにブローチにしてみたものなんですが。ちょっと変ですよね。私、一体何を考えてたんでしょうね。今ではもう、泣くのは恥ずかしいことだとは思いません。涙もろいのは、別に恥ずべきことじゃないって思えるようになったんです。言葉にならない辛い思いを涙で表すのは、人なら当たり前。そんなことで自分を卑下しなくたっていい。そうですよね、ドクター。お会いするたびに、疲労の色が濃くなっているように見えますが、大丈夫ですか、ドクター。ご無沙汰しています、ドクター。またお手伝いさせていただけるなんてすごく嬉しいです。はい。私も昔のままじゃありませんよ。もしお時間に余裕があれば、じっくりお話しさせてほしいです。さっき昔の自分の作戦記録も出てきたんですが、これを見れば今後気をつけるべきミスを振り返ることくらいはできますので、それなりに役に立つと思います。はあ、あの時の私ったら、なんだか、どんくさいな。ドクターに褒めていただけるだけで、すごく嬉しいです。報奨なんて二の次ですよ。ドクター、また私を昇進させてくださるんですか？それなら、ちょっとしたお願いをしてもいいですか？無茶なことは言いませんから。ハグしてもいいですか？指揮官、
応答願います。こちらジェシカ。前線に到着。作戦スタンバイ。各員、こちらに集合してください。あと6分で到着予定です。敵を視認しました。オーバー。位置につきました。ラジャー。私が最前線に立ちます。皆さんが後ろにいる限り、私は一歩も引きません。ターゲット、ロックオン。もうそれ以上近づかないで。射撃許可を求めます。報告。ターゲット。オールクリア。まだ気は抜けません。この先にも、新たな戦いが待ち受けているはずですから。危なかった。なんとか持ち直せて、本当によかった。すみません、ドクター。少しだけ時間をください。気持ちを整理しますから。小さな失敗は、そこまで気にしなくていいと思います。一人も負傷者が出なかっただけで、もう十分な戦果ですよ。ドクター、いえ、謝っても仕方ありませんよね。今回の失敗による損失は、次の任務で挽回してみせます。この船で過ごした日々が懐かしいです。ずっとここにいられたらいいのに。どうしましたか、ドクター。さっき、握手した時に不思議な顔をされていましたが、もしかして、私の手のタコで驚かせてしまいましたか？アークナイツ。お久しぶりです、ドクター。